家庭菜園ライフ。皆さんこんにちは。目黒区で菜園をしています川西です。同じく目黒区で菜園をしている西川です。本日は7月11日から7月17日に配信した動画へのコメントにご返答していきます。それでは西川さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2週間前とは打って変わって雨がすごいですね。そうですね。この前は乾燥で困ったなと思ったんですけど、これだけ雨が降ると今度は水はけの方を心配しないといけないんでね。そうですよね。皆さんうどんこ病とか急に増えちゃったりとかないですか？もう私たちのところもちょっとそういったことも出てきています。はい、じゃあ今日はそういったことも含めてやっていきましょう。家庭菜園ライフ。それでは7月11日に配信したシソの害虫対策の動画にいただいたコメントです。テントウムシダマシがいました。捕獲して潰し、成長点には巣と虫をかけてきましたということですが、西川さん、テントウムシダマシ今年多いですよね。今年は大量発生してますね。何でも食べちゃうんで、困ってしまいます。おっしゃるように捕獲して潰していただく、これは重要です。卵が産みつけられている可能性もあるんで、葉の裏などはよく注意していただいて、巣と焼酎をかけられたということなんで、それはいいことだと思います。ただ葉も食害されますので、全体に噴霧していただくのがいいんじゃないでしょうか。はい、ぜひ試してみてください。また同じ方にですね、こちらこういう質問またいただいてるんですけれども、西川さんと私が親戚ですかっていうコメントもいただいてまして、これは私たちね関係ないので、ここちょっとはっきりさせておこうかなと思いました。変わらずよろしくお願いいたします。はい、続いての質問いってみましょう。7月11日に配信しました太陽熱消毒のやり方の動画に質問いただきました。線虫なども駆除できますかということですが、太陽熱消毒で線虫駆除できますか、西川さん。はい、太陽熱消毒は、線虫も駆除できます。特に連作障害の原因となる線虫の駆除は重要ですので、太陽熱消毒頑張っていただきたいと思います。また質問の中で使うマルチの種類についてもご質問をいただいてたと思うのですが、黒マルチと透明マルチあると思うんですけど、やはり透明マルチの方がいいんですよね。透明マルチの方が温度を上げる効果がありますので、ぜひ透明マルチでやっていただきたいと思います。黒マルチですとマルチの表面は暖かくなるんですが、土の温度の上がり方はやはり透明マルチには負けますので、透明マルチを使うのが得策だと思います。深いところまで熱が届く透明マルチの方をよかったらご利用になってください。はい、こちら今太陽熱消毒をしているところです。今ちょっと雨になってしまって見にくいところはあるのですが、この中でしっかり蒸し焼きにされて線虫なども駆除できていると思います。害虫の卵、害虫だけではなく雑草の種なども殺している状態です。この状態を3週間から1ヶ月続くと完璧だと思います。はい、続いて7月12日に配信されましたトマトを秋まで収穫するコツの動画にいただいたご質問です。脇芽を使ったクローン栽培でも一番花に実をつけないとダメですかということです。花まで咲いてしまった脇芽を摘んで今水につけて発根待ちですということです。西川さん、いかがでしょうか？クローン栽培ですか？クローン栽培で、脇芽に根を出させてそれを植え付けるということなんですが、2つほどポイントがあります。花芽までついた脇芽ですと成長能力が弱っている可能性があるんで、できれば花芽のついていないものを選んでいただきたいというのが一つ。植え付けた脇芽から花芽が出たら必ず実をつかせるようにしてください。そうしないとうまく育っていきませんので。花が咲いている脇芽があると再利用したくてそういうのを使ってしまいがちになるんですけれども、ここはその成長の余力を見ていい脇芽を選んでやった方がいいということですね。はい、ありがとうございます。はい、続いて7月13日、さつまいも栽培コガネムシ対策と除草作業の動画にいただいたコメントです。さつまいも畑はバッタに葉っぱをかじられてしまっています。何かいい対策はありますでしょうかということで、西川さん、またですよね。バッタ問題です。バッタは困ったもので、バッタの食害というのは大変なんですけれども、有機栽培でなければ農薬が使えるんで、認定の農薬を使うのが一番いいと思うんです。ただ有機栽培にこだわられている方ですと、方法としてはやはり唐辛子焼酎液の噴霧
をこまめにやっていただいて寄付をしてもらう、それが最良の方法だと思います。皆さん頑張っていきましょう。続いて7月14日に配信しましたオクラ害虫対策と支柱の切り替えの動画にいただいたコメントです。オクラの葉を切ると全体が枯れてしまいます。いくつか収穫後に切っていました。オクラ収穫をしたら下の葉を切ってみたいと思います。枯れる原因が分かれば教えてくださいということで、この方オクラが葉っぱを取ると枯れちゃうということなんですけれども、どういうふうにしていったらいいでしょうかね。実際に拝見していないんでよくわからないんですが、もしかしたら収穫の時に葉も同時に落としておられて、必要な枚数の葉がなくて光合成が進んでいないのじゃないかなっていう心配があります。もし葉の数が少ないと思う場合は、セオリーにこだわらず葉は残しておいて、十分な葉が上部に出てきた時に初めて下の葉を落とすというようなことを考えられてはいかがでしょうか。十分な葉の目安としてはどれくらいの枚数といいますか、そのオクラの上にどれくらいの量を見ていったらいいでしょうか。そうですね。で、上からそうですね、3段以上は欲しいですね。光合成をしっかりしてくれるということですね。また試していただいて、また変わらないようでしたらまた続いてコメントいただければと思います。続いて7月14日、ネギの水管理の動画にいただいたコメントです。数年前からネギを植えているのですが、いつも白い筋が入ります。原因と対処法があれば教えてくださいということです。ネギの白い筋ですが、こちら虫でしょうか？虫の可能性もあると思うんですが、おそらく考えられるのは2月3月の段階で水を与えすぎて、それによる生理障害が起こったんじゃないかと思います。ですから寒い時期の灌水は少々控えめにしていただくというのが重要かなと思いますので、次回来年の栽培に備えては少し水を控えめにしていただくというようなことで改善するかと思いますので、一度試してみてください。はい。またこの方プランターか畑かちょっとコメントからは分からなかったんですが、そちらで違いもありますか？プランターと畑の地植えと。畑の場合、例えば畝が低くて排水性が悪いということもありますし、でプランターの場合ですとほとんどの場合水は流れてしまいますから、特に問題はないと思うんですが、畑の場合は、畝の高さっていうのはかなり重要なファクターになります。畑の場合は畝高めに作るように気をつけてみてください。続いて7月15日質問コーナーの動画にいただいたコメントです。オクラに発生した透明の球状は多分オクラ特有の物質で、多く出るほど粘りが出ていいオクラになると聞きました。なので歯ブラシで取る前に確認した方がいいのではないでしょうかというコメントをいただきました。他にもね、こちらの動画にオクラの小さな透明の粒はいいものなんじゃないかっていうコメントをたくさん寄せていただいて、皆さんありがとうございます。こちらね、その通りでしたね、西川さん。そうですね。オクラの葉の裏につく白い粒々、透明の粒々なんですが、タンパク質が析出してできたものですから、特に悪いものではありません。逆に多くつくほどいいオクラというのは正しいと思います。一度ご自身の目で確かめられるのにそんなに高くないですから、顕微鏡なんかを使われてどういうものか観察されてはいかがでしょうか。そういうようなことを覚えて研究していくのも農業の楽しみの一つかと思います。そうですね。実際にアップしてみてみると全然違く見えると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。またコメント本当にありがとうございました。以前、私が観察に使ったワイヤレスの顕微鏡、これはスマホで画像が確認できるんですが、あります。これを概要欄に載せておきますので、ご参考になさってください。こちらがご指摘していただいて皆さんにもコメントいただいた、オクラのネバネバ成分の粒になります。ムチンというタンパク質になります。オクラのネバネバ成分で健康なオクラに出る合図ですので、こちら取る必要はありません。ぜひ健康なオクラこのまま育ててみてください。続いて7月17日に配信されたトマトの実をすべて残すと危険という動画にいただいたご質問です。アイコの実を4等分してポット巻きしました。ひょうたんの形のようなものができています。きちんとした種から栽培しなかったせいでしょうかということですが、こちらひょうたんの形になってしまうトマトの
ね、そういった内容の動画でしたよね。そうですね。こちらの方いかがでしょうか？おそらく、栄養不足ということが考えられますので、肥料の与え方を注意していただくのが重要かと思いますし、特に減少が改善しないようでしたら、お酢を200倍ぐらいに希釈したものを株元に与えて、300倍ぐらいに希釈したものを葉にかけるというようなことで一度試していただけたら改善してくるんではないかと思います。種の選び方に問題があったというふうには思いません。発芽して育ってくれるんだったら、実際の実を4等分して植えられたものでも十分だと思いますので、ぜひそのお酢で苗の体力を改善する方法を試していただきたいと思います。よろしければ試してみてください。本日は7月11日から7月17日に配信した動画へのコメントにご返答させていただきました。西川さん、今日も質問盛りだくさんで楽しかったですね。楽しかったですね、はい。いろいろコメントいただいてありがとうございます。もっといろいろな形のご質問をいただけたらありがたいと思いますので、どんどんご質問を出していただくようにお願いしたいと思います。またね、どんどん刻一刻と状況も変わっておりますので、新しい質問どんどん出てくるかと思います。これからまた秋にかけて悩むことも出てくるかと思うので、みんなで解決してレベルアップしていきましょう。はい、それでは今週もありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた。